はいどうも。私の後ろで2つの振り子が動いていますね。2つの振り子は質量が全く同じなので、片方がもう片方に衝突すると、衝突した側は動きが止まり、衝突された側は速度をそのままもらい動き始めます。運動量保存と力学的エネルギー保存ですね。ああ面白い。3つに増やしました。3つの場合こんな風に動きますね。振り子が大きいので、ゆっくりに見えます。次は5つです。5つのものは、ニュートンのゆりかごという名前でよく知られていますね。とても面白い現象を観察することができます。一番端っこを持ち上げてスタートすると、さっきまでと同じ挙動ですね。端を2つ持ち上げてスタートすると、衝突後、反対側の2つが動きます。3つ持ち上げてスタートすると、こうなります。文章で説明するより見た方が伝わりますね。この動き、とても面白い。個人的には一番好きです。次は4つ持ち上げてスタートです。そろそろどんな挙動をするのか予想できるようになってきましたね。両端を持ち上げてスタートすると、真ん中は動かずに両端が跳ね返っていきます。片方は2つ、もう片方は1つ持ち上げてスタートします。衝突後、数が入れ替わります。左右で持ち上げる高さを変えると、衝突後の高さも入れ替わります。それでも中の2つは、ピタッと止まるのが面白いですね。高さを変えて、2つずつ持ち上げても同じです。片方は3つ、もう片方は残りの2つを持ち上げて、スタートしても、衝突後数が入れ替わります。ニュートンのゆりかご、面白いですね。でも、少し遊んでるうちに、私は思ってしまいました。これ、100個つなげても、同じ動きするの？ということで、振り子を100個つなげて、挙動を確認してみます。100個並べました。ではもう早速試してみましょう。すごい、うまく動きましたね。真正面から見てみましょう。シミュレーションをうまく動作させるために、今回は振り子と振り子の間に微小な隙間を空けています。それが原因なのか、衝撃が伝わるのに時間がかかり、一瞬遅れて反対側の振り子が動き始めますね。それもまた面白い。片方を10個持ち上げてスタートすると、逆側がちゃんと10個動きました。50個持ち上げると、もう予想通りですね。70個でスタートすると、70個が持っていかれ、両端をそれぞれ5個と2個持ち上げて、スタートすると、ご覧の通り、面白いです。ニュートンのゆりかごは、数によらないことがわかりました。どうでしたか？ニュートンのゆりかご、直感に反した動きをして、面白いと感じたはずです。それでは面白かったら、チャンネル登録、よろしく。